のグレートモールにマーク・ジェイコブスのアウトレットがオープンしたので行ってきました。マーク・ジェイコブス先週オープンしたんで、今週オープニングウィーケンドだったんですけど、あんまり混んでませんでした。やっぱりね、マイケルコースなんか並んでましたし、コーチもびっちり混んでましたけど、ケイト・スペードとマーク・ジェイコブスだけちょっと空いてました。場所はディックスポーツあたりから入って右側に行って、コールハンとティンバーランドの間にあります。でね、やっぱりね、オープン前に見た時に随分なんか狭い場所にあるなって思ったんですけど、やっぱりね、お店の中も狭かったです。こうちょっと細長い長方形の、美味しいの形で、こう両方壁に棚とあって、で突き当たりも壁で、真ん中のフロアにアクセサリーとシューズのアイランドがあるっていう感じです。でもね、商品数は割と並んでたんじゃないかなと思います。値段書いてる商品と書いてない商品あって、書いてるものはやっぱり$99とか$120とか分かりやすい値段で、しかも買いやすい値段ですよね。でちょっと高そうかなって思ったやつね、やっぱりタグもすごくバッグの中に入っちゃってて簡単には見れないようになってるんですが、その前にもう店員さんパッと来てこれ着てみてとかってもうすごいバッグ渡してくれるんですよね。まずね、入ってすぐ右側がカラフルなほんとカジュアルのカメラバッグとかクロスバディバッグ、あと小さいカード入れとか、そういうのがほんと手頃の値段で可愛いの並んでます。で次のところがちょっと高そうかなっていう感じのあれですね、ほんとね、デザイナー風のデザイン、流行りのですね、ハーフムーン、クロワッサンのような形とか、あと本当に四角い、今私が好きなタイプのものですね、そういうのとか置いてあったんですが、それは値段があんまり見えない感じになってて、触ってると店員さん2人ぐらいバーって来て、なんかこれ好きですかみたいな感じですっごく営業頑張ってました。なんかね、ちょっと店長さんみたいな男の人がいたんですけど、ちょっとなんていうのかな、ファッション系で怖い人、わかんない、オラオラ系っていうのかわかんないけど、なんかタトゥーとか入れてそうな感じで、その人がすごいこういう感じでなんかもう店内見張っててっていう感じで、やっぱりね、オープンしたばっかりなんで、女の子たちは値段がわからないんですよ、商品の。でこれいくらって聞くと、ちょっと待ってて聞いてくるって言って、その店長さんみたいな人に聞きに行って、もう店長さんさすがもうプロなんで、ちょっと168とかってすごいなんか値段めっちゃ知ってるんですよね。だけどやっぱりね、あれかなと思いました。オープニングの割には暇なんで売り上げあんまり上がってないから、店長的にバイ店長さんちょっと機嫌悪いのかなと思いました。でも私が買い物して帰る時にはなんかありがとうございましたみたいな感じで挨拶してくれましたけど。でですね、ザ・トートとスナップバッグは店の一番奥の方に展示っていう風になってました。でやっぱり奥の方まで入ってほしいからっていうことだと思うんですけども、ナイロンとかですね、ちょっと正規品よりはなんて言うんだろう、低価格なレザーで作られてるなっていう感じでした。キャンバスの方もちょっとね、
やっぱりアウトレットだなっていうのが分かるような縫製と、とにかくねパッと見のね見た目がちょっとやっぱりグレード下がるなっていう感じでしたけど、でもやっぱり、100ドルちょっととかっていう値段からしてみたら、こんなもんなのかなって思いました。私からしたらそれ持って姫菜と公園とか行くんだったら全然、十分っていう感じです。でね、シューズの方は今マーク・ジェイコブスはメリッサとコラボしてるんで、ジェリーシューズのほとんどスリッパとつっかけのようなデザインでしたけど、それにこうマーク・ジェイコブスのロゴ入ってるようなとか売ってましたね。ただ本当にスリッパの方はそれはアウトレット品じゃなくて正規品を単に展示してるだけなんで、最初にアウトレット品の99ドルとかっていうのを見て、スリッパパッて裏側見たら300ドルとかってなってるとわーってなっちゃうのがねあれでしたけど、でも実物見ることができてよかったです。で私今日はねとりあえず見るだけにしてコーチの方でまた新しいコレクション出てたんで、そっちで買うかもしれないなと思ったから、マーク・ジェイコブスとりあえず見るだけにしようかなって思ってたんですけど、無理でした。それでこっち買わないで今日はねこっち買ってきましたので、早速開封してみたいと思います。いやそれがね本当に店員さんみんな本当に親切で、買う時にですね全部新しいバッグ裏から持ってきてくれて、こういうペーパーに包まれてて、それでこんなペーパーなんで透けてなんか見えるじゃないですか。だから大丈夫それでいいわよって言っても、いや念のため正しいのが入ってるか開けてみましょうってビリって紙破いて中確認してからまたもう一度新しいペーパーで包み直してくれるっていうね、すごいサービスだなって思いました。私アウトレットで返品したことないんでわかんないんですけど、返品ができないのかなとは思いました。返品何日までとかって言ってなかった代わりに交換は15日以内って言ってました。で私は何を買ったんでしょうか。意外とね小さいでしょ。トートとかではないんです。これね入った瞬間すごくこれが輝いて見えてたんですよ。見てください、このねロゴがねシルバーのロゴがめっちゃ輝いてるんですよ。でもねそれよりもこっちのチェーンがすごいんです。このチェーンはね、取り外しもできるし長さ調整できるんで、ショルダーにもできるしクロスバディにもできる。他のカラー黒ピンク青かなの4色並んでたんですけど、どれもチェーンはシルバーでした。見てください。いいでしょ。でねまたこれがね真っ白なんですよ。真っ白のねサフィアノっぽいのにちょっと光沢加工がしてあるのかなっていう感じで、チェーン一番長い状態でこんな風になってます。わーね、一応中にカード入る6枚カード入るところが真ん中ジッパーですね。マーク・ジェイコブスのカード入ってます。通常のちょっとあれかな、クロスバディウォレットと兼用になってるバッグっていう感じですかね。こう短くしてこうショルダーにもなります。はい、裏の方にもポケットついてます。でコーチの方なんですけども、また新しいコレクション出てまして、2つ出てました。1つは多分ね名前ついてないかもしれないんですけど、巷ではイースターコレクションって言ってて、蝶々の柄、それから単にカラー一色のものがピンクと紫出てて、ミニローワンから定番の形のものが出てました。蝶々柄はね、私あんまりそんなに興味湧かなくて素通りっていう感じだったんですけど、ミニローワンで紫があったら欲しいと思ったんです。でも
ピンクと蝶々しか出てなかったみたい。それでもう一つは手書きのスケッチのようなコレクション出てて、それは私グラフィッティとかが好きなので可愛いなと思ったんですけど、マーク・ジェイコブスの後に見たら値段高くてってなってましたでもね、正規のコーチの方からもスケッチコレクション出てて、そっちの方がやっぱりクオリティ全然なんていうの、スケッチの雰囲気も違うので、そっち見ちゃうとアウトレットのスケッチはちょっと値段に見合ってないかなっていう感じもしました。でもスケッチの方は男の人でも持てるようなカメラバッグとかバックパックもかなり大きめのもの出てましたので、好きな方は好きかもしれないです。スケッチコレクションの方は YouTube ショートの方にもアップしますので、ぜひチェックしてみてください。本日はミルピタスのグレートモールにオープンしたマーク・ジェイコブスのアウトレットについてご紹介しました。また近いうちに行ってもう少しいろんなものを見てみたいと思ってますので、興味ある方はグッドボタン、またチャンネル登録の方もお願いします。どうもありがとうございました。